新しい夢作品として白雪姫をモチーフにした捨てる姫が完成したことを内なる紅に伝えたら聞かせてみなさいというのでお船が趣味の秀明王子とハッピーエンドを迎えるまでを聞かせるステルインラブ。できたわ、新作よ。あら、今度はどんな作品なの？タイトルは捨てる姫よ。捨てる姫。これのモチーフはかぐや姫？それとも白雪姫？白雪姫ね。なるほどね。じゃあせっかくだし聞かせてもらおうかしら。いいわ、心して聞きなさい。心して聞くも何も結局は白雪姫でしょう？別に身構えることはないでしょうに。あ、でも怖いバージョンのはダメよ。安心しなさい、心温まるハッピーエンドだから。そう？それならいいけど。じゃあ始めるわね。わかったわ。5本。昔々あるところに捨てる姫というとても綺麗で可愛いお姫様がいました。ちょっと待って。なんなの？しょっぱなからペース崩れるわね。もう一人の私って結局私自身だからこういうこと言うのもどうかと思うんだけど。いいわよ、聞かせて。もう一人の私って結構ずぶといわよね。失礼ね、誰が捨てるインデブよ。ミラコさんの話はしてないわよ。もう一人の私のそういうのも良くないと思うわよ。いいから聞きなさい。なんなのよ。自分を話の主人公に配役して綺麗で可愛いとか言っちゃうの私はどうかと思うわ。それってもう一人の私の感想でしょ？それに仕方ないじゃない。原作でもそう表現されてるんだから。言われてみれば確かにそうね。影の薄い発光美少女だったのに紅ちゃんの言う通りどんどんずぶとくなっていく。最初に惹かれていたのは紅の方なのに本命を自分にしたりするはしたなさも兼ね備えてるぞ。素は強欲だからね。紅すら当て馬にしたやつがあってダメだった。ひどい。納得した？なら続けるわよ。ええ。幼い頃に両親を亡くしていた捨てる姫はママ母であるタルマエ女王と暮らしていました。しかしタルマエ女王は大変恐ろしい魔女でトレーニングコースの整備をさせるなど捨てる姫を下働きのように扱っていました。捨てる姫お姫様なのにカワウソ。王族もブラック企業みたいだな。結局は上司次第ってことか。はいよ、苫小牧のブラック企業。白雪姫の舞台は苫小牧だった？そんな下働き生活も悪いことばかりではありません。偶然通りかかったお船が趣味の秀明王子と運命の出会いを果たしたのです。お不備にお船に連れて行ってもらった捨てる姫ははしたないかけ方をしてはしたなく負けた秀明王子に心を奪われました。やがて二人は恋仲となったのです。捨てる姫を不備あるんだ。長く労働させるんだったら定期的な休みは必須だぞ。採用面接とかの手間とコストを考慮すると使い潰す方がかえって効率悪いからな。そんなことなどつゆ知らずタルマエ女王は魔法の鏡に日課である質問をします。世界で一番美しいのはってやつね。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美味しいお菓子はなーに？それは酔いと負けです。ねえもう一人の私。ええ。この酔いと負けのくだり言うの？タルマエ女王の日課なんだからいるわ。そう。はい、続けるわよ。では次の質問。鏡よ鏡よ鏡さん、北海道で一番住みやすい都市はどこ？札幌です。苫小牧。タルマエ女王は鏡を叩き割りました。鏡かわいそう。空気読めない鏡が悪い。逆になんで酔いと負けだけは忖度したんだよこの鏡。一応持ち主出しこびた方がいいかなって。地味に世界で一番じゃなくて北海道でと絞ってるあたり東京とかには勝てないと理解してるのか。いけない、私としたことが。スペアの鏡をセットして。と。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しい数字は？ 5656123 です。苫小牧。タルマエ女王は鏡を叩き割りました。鏡割りすぎ。もう手が血だらけだろこんなの。ねえもう一人の私、元ネタの女王様って鏡を叩き割ってたかしら？私のオリジナルよ。そうよね。これ私が割りそうな性格ということですか？ちなみに実場のタルマエはリンゴのおもちゃを殴るのがストレス解消法だったらしいぞ。ひどいっす。納得できないことには拳で抵抗するで、というたまもさんのアドバイスを採用したの。いつそんなの教わったのよ。いいから続けるわよ。はいはい。もういいや。本命の質問ね。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰？
それはたるまえ女王です。でしょう？わかってるじゃない。昨日までは、は？世界で一番美しいのはステル姫です。どういうこと？答えはたった一つのシンプルなものです。ステル姫の成長個性プラス 20% の美しさがついにたるまえ女王を指したのです。苫小牧。たるまえ女王は鏡を叩き割りました。自分に忠実ながらも忖度はしない魔法の鏡が認めたステル姫の美しさにたるまえ女王は深く嫉妬しました。嫉妬に狂ったたるまえ女王は家来の松本先生に命じてステル姫を亡き者にしようとします。松本先生家来にされてる。先生と呼ばれる人を家来扱いしていいのは悪代官だけだろ。今回のたるまえ女王は悪い女王だから多少はね。たるまえは松本先生関係ないだろうがしかし松本先生はステル姫を不憫に思い殺したことにして下神戸牧場へ逃しました。殺した証拠としてステル姫のほっかむりを献上するように命じられていましたがコスプレショップで購入してそれを献上することでやり過ごしました。ステル姫は下神戸牧場で知り合ったマヤのヤトランやウオッカをはじめとした愉快な仲間たちと下神戸音頭を踊りながら楽しく暮らしていました。マヤやシンジやヒロフミはいつでも出てきてくれるな。黒の絆を感じる。ねえもう一人の私、下神戸音頭って何なの？勉強不足ね、もう一人の私。そんなんじゃレースに勝てないわよ。嘘でしょ？俺も下神戸音頭知らない。あの下神戸音頭をご存じない？ここちょっと色っぽくて好き。下神戸音頭の歌詞がダイヤちゃんの声で鮮明に脳内再生されるのなんなの。これの力は強い。下神戸来てからのダイヤちゃんの画像見てるとこれくらい楽しそうにやってる感はあります。新山寄りなのに下神戸の顔になっている里のダイヤモンド号。ところがある日たるまえ女王は知ってしまいました。ステル姫が生きているということを。ここからの展開に期待ね。たるまえ女王はトマチョップに化けて下神戸牧場に向かい他の馬娘がトレーニングで留守なのを見計らって毒ハスカップをステル姫に食べさせようとします。確かにハスカップは毒っぽい見た目をしているけど、素直な心の持ち主のステル姫は疑うこともせずそれを口にするとパタリと倒れてしまいます。素直な心の持ち主とかところどころで自分上げをねじ込むのやめなさいよ。ねじ込まれるのはあの方の下だけで十分って？確かにその通りね。最近のもう一人の私明らかに変よ。いかん。ステルがドボ先生の後継となりつつある。ステルインママが小説家なのが決定的だったな。いくら二次創作とはいえステル実装日にはとても想像できなかったセリフ。どうでもいいけど馬娘に毒は向こうでは？馬ネスト読み返せ、過剰摂取すれば効くぞ。それ以前に童話の内容に野暮なツッコミとか恥ずかしくないの。空気読めないって職場で嫌われてるだろ。マヤノたちはステル姫が死んだと思い深く悲しみましたがそこに秀明王子が現れステル姫に口づけしました。すると奇跡が起きてステル姫は目を覚まし秀明王子と毎日お船を眺めて幸せに暮らしましたとさ。おしまい。王子の目は覚めてないようですね。あ、奇跡。奇跡が起きたから奇跡が起きる。ということだね。どう？なかなかいい出来じゃないかしら。一応ハッピーエンドね。だからそう言ったじゃないの。ちなみにたるまえ女王はどうなったの？元の童話だと小人たちに追い詰められて谷底に落ちちゃうわよね。火事の誘致に失敗して失脚したわ。そう。本当は7人の小人の代わりに七艘の小舟にしたかったんだけどさすがにやめたの。それが賢明ね。レース用の6艘と救助用か。もういい加減にしたら、ドボネ二郎先生とは別方向のひどい二次創作がどんどん出てくるだけじゃない。ひどいとかひどくないとかそんなことはどうでもいいの。どういうこと？創作の世界でならばどのようにあの方を調理して食らおうとも誰に咎められることもないの。これからも新作ができたら真っ先に聞かせてあげるから楽しみにしてなさい。誰でもいいからもう一人の私を止めて。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番楽しいことは何？それは船券です。ああ。これは割っていいとたるまえ。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。